修学旅行の2日目、深夜3時のことだった。誰かが、私の名前を呼んだ。はっきりと、確かに、耳のすぐそばで、私は飛び起きた。心臓が喉まで上がってくるような感覚だった。暗い部屋の中を、必死に見回した。同じ部屋に泊まっていた友人が5人いた。全員が、ぐっすりと眠っていた。寝返りを打つ者も、寝言をつぶやく者も、誰一人いなかった。ただ、規則正しい寝息だけが、静かに部屋に満ちていた。私は布団から出て、廊下を確認した。誰もいなかった。足音一つ、聞こえなかった。窓の外も、静まり返っていた。でも、確かに聞いた。私の名前を、私の下の名前を、一字一句、間違えることなく。あの声は、私を知っていた。それから奇妙なことが続いた。翌日も、その次の日も、同じ時間になると、あの声が聞こえてきた。宿舎を離れた後も、家に帰ってからも、声は消えなかった。毎月、同じ日の、同じ時間に、宿舎を出てから、もう3年が経つ。それでも私は今も、毎月あの時間に目が覚める。そして感じるのだ。あの声の気配を、修学旅行の最終日の夜。私はついにその正体を知ることになった。知らなければよかった。と今でも思う。あの夜以来、私の日常は、少しずつ変わってしまった。私の名前は、ごく普通の名前だ。クラスに同じ名前の子が2人いるくらい、どこにでもある名前。だから、誰かに呼ばれても、それが自分のことだと気づかないことさえあった。あの修学旅行の前まで、私は本当に普通の高校生だった。朝は眠くて、授業中はぼんやりして、放課後は友達とコンビニに寄って帰る。そんな毎日を繰り返していた。修学旅行は、高校2年生の5月だった。行き先は、山あいにある古い温泉地。バスで3時間ほどの距離だ。正直に言うと、私はそこまでの力ではなかった。仲の良い友達と同じ班になれなかったし、宿泊する部屋も、あまり親しくない4人と一緒だった。それでも、初日は楽しかった。観光地を巡って、夕食は豪華な旅館料理。入浴を済ませて、消灯後も布団の中でこそこそ話しながら、気づけば日付が変わっていた。部屋には私を含めて5人。全員が笑っていた。全員が、普通だった。その夜は何事もなく、眠りについた。問題が起きたのは、翌日の夜、旅行2日目の深夜のことだ。その日も、日中はたくさん歩いた。夕飯を食べて、お風呂に入って、また布団に潜り込んだ。疲れていたはずなのに、なぜか眠りが浅かった。夢と現実の境界が曖昧なまま、ずっとうとうとしていた気がする。そして、午前3時を少し過ぎた頃だった。私は、確かに聞こえた声で、目が覚めた。それは遠くから響くような声でも、夢の中の声でもなかった。耳のすぐそばで、はっきりと、私の名前が呼ばれたのだ。息を飲んで、目を開けた。天井が見えた。薄暗い部屋。隣に寝ていた子の寝息が聞こえる。その隣も、また隣も、5人全員が、深く眠っていた。あの声は、一体どこから来たのだろう。次の夜も、また同じ時間に、あの声は私を呼んだ。最初の夜、私はそれを夢だと思おうとした。修学旅行の疲れが溜まっていた。見知らぬ場所で、慣れないベッドで、神経が過敏になっていたのだろう。そう自分に言い聞かせながら、もう一度目を閉じた。でも、眠れなかった。何かが、おかしかった。部屋の空気が、変わっていた。昼間はエアコンが効いていて、少し乾燥しているくらいだった。それなのに、夜中の3時を過ぎた頃から、空気が妙にひんやりとしてきた。窓は閉まっている。ドアも閉まっている。なのに、首の後ろから、スーッと冷たいものが流れてくる。風ではない。もっと、静かな冷たさだった。それだけではなかった。匂いがした。花のような、でもどこか古びた、湿った甘さの匂い。旅館の廊下でも、部屋の中でも、昼間は一度も感じなかった匂いだった。それが、真夜中になると、ふっと漂ってくる。最初は気のせいだと思った。隣で眠る友達の寝息は、穏やかに続いていた。誰も目を覚ます様子はない。5人全員が、何事もないように眠り続けていた。私だけが、気づいていた。翌朝、何も言わなかった。朝ごはんを食べて、観光地を回って、笑って写真を撮った。昼間は全部、普通だった。普通に見えた。でも、日が沈むにつれて、
また背中のあたりがざわつき始めた。夜が来るのが怖かった。そしてその夜も、やはり同じだった。3時を少し過ぎた頃、冷たい空気が首筋を撫で、甘い匂いが部屋に満ちる。そして、私の名前が、呼ばれた。今度こそ、はっきりと聞こえた。声は耳のすぐそばにあった。でも、誰もいなかった。誰の口も、動いていなかった。次の夜も、また呼ばれた。私はもう、気のせいだとは思えなくなっていた。そして修学旅行の最終日、ついに私はその声の正体を、目で、確かめることになる。2日目の夜も、また同じだった。時計の針が3時を少し回った頃、冷たい空気が、すっと首筋を撫でた。甘ったるい匂いが、部屋いっぱいに広がってくる。そして、私の名前が呼ばれた。今度こそ、はっきりと聞こえた。耳のすぐそば、息がかかるくらいの距離から、私はゆっくりと、体を起こした。隣を見た。友人たちは全員、眠っていた。誰一人、目を開けていない。誰の口も、動いていない。それなのに、声は確かに聞こえたのだ。私は立ち上がった。足音を立てないように、廊下に出た。左右を見渡した。誰もいない。廊下の電球が一つ、薄暗く灯っているだけだった。部屋に戻り、布団をかぶった。もう考えるのをやめようとした。でも、眠れなかった。3日目の夜、また、3時だった。今度は、声だけではなかった。部屋の隅、一番暗いところ、カーテンと壁の間に、何かがあった。形、と言えばいいのか、輪郭、と言えばいいのか、人のような、でも人ではない何かが、そこにじっと立っていた。私は息を止めた。体が固まった。声を出したかった。でも、喉が震えるだけで、何も出なかった。それは、動かなかった。ただ、そこにいた。私の方を、向いていた。どのくらいの時間が経ったのか、わからない。気がついた時には、朝になっていた。夢だったのか、幻だったのか。でも、私の手は震えていた。汗で、布団が湿っていた。あれは、夢ではなかった。そして修学旅行、最終日の夜、ついにその正体が、私の目の前に現れることになる。今度は、消えなかった。修学旅行、最終日の夜、私は、部屋の隅に座っていた。布団には入れなかった。眠ることが、怖かった。IMG、修学旅行の宿の一室。夜中に布団の上で膝を抱えて座る学生。薄暗い照明、不安そうな表情。前の夜のことが、頭から離れなかった。廊下の闇の中に、何かがいた。形のあるものが、確かにそこにいた。だが、誰にも言えなかった。言ったところで、信じてもらえない。そんな空気が、部屋の中にあった。友達はみんな、楽しそうに笑っていた。最後の夜だから、と騒いでいた。私だけが、笑えなかった。IMG、修学旅行最後の夜、友人たちが楽しそうに話す中、一人窓の外を見つめる学生、対比的な構図。消灯の時間が来た。友達が一人ずつ、眠りについていった。部屋が静かになっていった。私は、目を閉じないようにしていた。でも、限界が来た。いつの間にか、意識が落ちていた。午前3時。きっかり、また、聞こえた。私の名前を呼ぶ。あの声が、IMG、暗い宿の部屋。デジタル時計が300を示している。静寂の中で一人の学生が目を開ける瞬間。今度は、違った。声は、部屋の中から聞こえた。ゆっくりと、振り向いた。手が震えた。息が、止まった。部屋の隅に、いた。人の形をしていた。でも、人ではなかった。白く、薄く、輪郭がぼやけていた。それでも、確かにそこにいた。そして、それは私を見ていた。IMG、暗い部屋の隅に薄白い人影が立っている。視線がこちらを向いている。恐怖感のある構図。目が、あった。その瞬間、全身が固まった。逃げたかった。叫びたかった。でも、体が動かなかった。声も出なかった。それは、口を開いた。静かに、はっきりと、私の名前を、呼んだ。IMG、白い人影がゆっくり口を開いている瞬間、暗闇の中でその輪郭だけが浮かび上がる。息が止まるような静寂。その声は、知っていた。どこかで、聞いたことがあった。でも、思い出せなかった。思い出したくなかった。それは、
消えた。朝になっていた。友達は何も知らないように眠っていた。宿を出る日の朝、私は誰とも話せなかった。そして修学旅行が終わっても、あの声は終わらなかった。家に帰った夜、午前3時、また聞こえた。同じ声が、同じ名前を呼んでいた。あの場所を離れても、それはついてきた。日常の中に、静かに侵入してきた。家に帰った夜、私は、やっと安心できると思っていた。修学旅行の宿は、遠い場所だった。あの廊下も、あの部屋も、ここからは遠い。そう、自分に言い聞かせた。午前3時、また、聞こえた。自分の名前を、呼ぶ声が、起き上がって、部屋を見渡した。誰もいない。窓の外も、静かだった。家の中も、しんとしていた。でも、声は確かにあった。耳の奥に、まだ残っていた。翌日も、また翌日も、毎晩、同じ時間に、同じ声が、同じ名前を呼んだ。一度だけ、母に話した。夜中に声が聞こえる。と、母は笑った。疲れてるんじゃない?と言った。そうかもしれない。そう思おうとした。でも、3日目の夜、私は気づいてしまった。声が、近くなっていた。最初は、部屋の入り口あたりから聞こえていた。2日目は、窓の近くから、そして3日目は、枕元から、聞こえた。距離が、縮まっていた。確実に、毎晩、一歩ずつ、私は布団を頭までこうむって、息を潜めた。目を閉じた。耳をせいだ。それでも、声は届いた。布団の中まで、染み込んでくるように。4日目の夜、私はもう眠れなかった。スマートフォンの明かりをつけたまま、壁にもたれて座っていた。午前2時50分、じっと待った。3時になった。静寂があった。5秒、10秒、来ない。少し、息を吐いた。その瞬間だった。名前を呼ばれた。でも今度は、声だけじゃなかった。布団の端が、引っ張られた気がした。気のせいだと思いたかった。でも、布団は確かに動いていた。私は、一人じゃなかった。あの宿に置いてきたはずのものが、私と一緒に、家まで帰ってきていた。そして翌朝、私はある事実を知ることになる。それは、あの声の正体についてだった。翌朝、私はある人物に話しかけた。同じ班の、一番古くからの友人だった。昨夜のことを、少しだけ打ち明けた。布団が動いた。と、名前を呼ばれた。と、彼女の顔色が変わった。それ、私も聞いた、静かな声だった。でも、その言葉が持つ重さは、静かじゃなかった。彼女は続けた。昨日の夜中、廊下でね、女の人が立ってたんだ。白い服で、こっちを見てた。でも、顔がなかった。私は息が止まった。その人、あなたの名前を呼んでた。全身が、消えた。あの声は、廊下から来ていた。部屋の中からではなく、外から、壁を越えて、私の耳まで届いていた。なぜ、私なのか、それが次の疑問だった。宿の近くに、古い神社があった。修学旅行の当日、私たちは観光コースから外れて、その神社に立ち寄っていた。先生には内緒だった。ほんの冗談のつもりで、私が鳥居をくぐった。でも他の子たちは、なぜか足を止めた。なんか、嫌な感じがする。と言って、入らなかった。私だけが、中に入った。それだけだった。特別なことは何もしていない。石段を少し登って、引き返しただけだった。でも、それで十分だったのかもしれない。気に入られた。いや、違う。見つけられた。あの神社に何かがいた。そして私が一人で踏み込んだ時、それは私を選んだ。名前も、顔も、知られてしまった。宿を離れた今も、毎月同じ時間に目が覚める。午前3時ちょうど、声はない。でも、確かに何かがそこにいる。部屋の隅、布団の端、視線の届かない、ほんの少し後ろ。それが何を望んでいるのか、私にはまだわからなかった。でも翌日の夜、とうとうそれと向き合うことになる。逃げることも、目をそらすこともできない。最後の夜が来た。最後の夜が来た。修学旅行。3日目の夜。明日の朝には、バスに乗って帰る。それだけを考えていた。荷物をまとめ、早めに布団に入った。眠れるはずだった。眠らなければ、と思っていた。午前3時。目が覚めた。また、その時間だった。声はなかった。名前を呼ぶ声は、もうなかった。
でも、部屋の空気が違った。息が白くなるほど冷たかった。エアコンは切ってある。窓も閉まっている。なのに、吐く息がはっきりと白く見えた。ゆっくりと首を動かした。見てはいけない。と分かっていた。でも、体が動いた。部屋の隅、ドアの横、暗がりの中に、それは立っていた。人の形をしていた。背が高く、細く、輪郭だけがぼんやりと浮かんでいた。顔は見えなかった。見えなかったのに、こちらを見ていた。確かに、私を見ていた。声が出なかった。動けなかった。叫びたかったのに、喉が石のように固まって、息さえ止まった。それが、一歩、近づいた。床がきしむ音もなかった。ただ、距離が縮まっていた。もう一歩、また一歩、布団の端に、冷たさを感じた。指先から、血の気が引いていくのが分かった。その時、耳元で、聞こえた。私の名前を、呼ぶ声が、低く、静かで、でも確かに、3年間、毎月聞いてきた。あの声で、ずっと、ここにいたよ。それだけだった。それだけを言って、気配は消えた。朝になった。友人たちは何も知らなかった。部屋は普通だった。何も変わっていなかった。でも私は変わっていた。宿を出るとき、振り返った。廊下の奥、誰もいない場所に何かの視線を感じたから、あれから3年が経った今も、毎月同じ夜に目が覚める。午前3時ちょうど、声はもう聞こえない。でも、あの夜に言われた言葉が頭から離れない。ずっと、ここにいた。それは今も、そこにいるのだろうか。それとも、今は私のそばに、いるのだろうか。次の夜が来るたびに、私はその答えを考える。そして今夜も、3時になれば目が覚めるのだと、分かっている。あれから、3年が経った。修学旅行の宿舎を離れた日から、あの声を最後に聞いた夜から、3年という時間は、人を変えるには十分なはずだった。でも、私は変わっていない。いや、正確には、変わってしまった。IMG、深夜の静かな部屋。カーテンの隙間から薄い月明かりが差し込んでいる。あの夜以来、私の生活には一つのルールが生まれた。毎月、同じ日の夜、午前3時になると、必ず目が覚める。アラームは設定していない。それでも、体が勝手に起きる。まるで何かに、呼び起こされるように、最初の頃は、怖かった。布団の中で膝を抱えて、夜明けが来るのをただ待っていた。カーテンを開ける勇気もなかった。窓の外に、何かがいるような気がして。IMG、窓際に座る人物のシルエット。外は暗く、何も見えない。でも、時間が経つにつれて、恐怖は少しずつ形を変えていった。怖いというよりも、寂しい、そんな感覚に近くなっていった。声はもう聞こえない。私の名前を正確に呼んだ声は、でも、その代わりに、確かな何かが残っている。気配、とでも呼ぶべきもの。言葉にするのは難しい。ただ、そこにある。私のすぐそばに、IMG、暗い部屋の隅、光の当たらない場所に、わずかな影がある。友人には話していない。話せない。あの宿舎で同じ部屋だった5人も、それぞれの日常に戻っていった。誰もあの夜のことを口にしない。まるで、最初からなかったことのように。でも、私だけは忘れられない。忘れることが、できない。あの声が言った言葉、あの言葉の意味を、私はまだ考え続けている。IMG、手帳に何かを書き続ける手。ページには細かい文字が並んでいる。ずっと、ここにいた。それだけの言葉が、3年経った今も頭の中で響く。では今は、どこにいるのか。あの宿舎に、今も留まっているのか。それとも、あの夜から、私についてきているのか。どちらの答えも、怖い。でも、どちらかが正しいと、どこかで感じている。IMG、静かな深夜の室内。時計の針が3時を指している。今夜も、3時になれば目が覚めるだろう。それはもう、わかっている。そして目が覚めた瞬間、私はまた同じことを考える。この気配は何なのか。この沈黙の中に、何が潜んでいるのか。答えは、まだない。でも、この話には続きがある。あの夜から始まったことの、本当の終わりを、次の語りで、最後に伝えようと思う。あれから、3年が過ぎた。修学旅行の宿を離れて、もう3年。でも、あの声は今も消えていない。毎月、同じ時間に、3時を少し過ぎた頃、
私は必ず目が覚める。理由は、わかっている。あの夜に聞いた声が、今も耳の奥に残っているからだ。名前を呼ぶ。あの声が、誰もいない部屋で、誰も起きていない静寂の中で、それでも確かに、私の名前を呼んでいた。あれは夢だったのか、それとも、夢ではなかったのか。3年経った今も、答えは出ていない。ただ、一つだけ確かなことがある。あの場所を離れても、何かがついてきている。気配は今も、消えていない。私の後ろに、静かに寄り添うように、今夜もきっと、3時に目が覚める。その瞬間、私はまた思う。これは何なのか、と、この沈黙の中に潜むものは、一体何なのか、と、答えは、まだわからない。でも、この話はまだ終わっていない。あの夜から始まったことの本当の意味を、私はまだ探し続けている。